皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、今財務省解体デモの勢いが日本全国に広がる中、20年間ずっと財務省の闇を追ってきた強者が行った街頭演説をお送りします。この動画の字幕は X ユーザーのポッピンココと読むのでしょうか、その方によって付けられています。その動画では、第2の森永卓郎になるということで、財務省の闇について驚きの内容を話していますが、この闇は多くの国民が知るべきものだと思います。この演説を聞いた後には、私たち国民はあまりに政治に無関心だったことを反省しなければならないと感じると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、早速その演説内容を聞いてほしいところですが、ちょっとだけ予備知識をシェアしておきます。今回街頭演説している方の名前はあえて伏せているようですので詮索はしないようにしておきますが、その方はかつて財務省の闇を追いかけ続け、ついに国会でその闇を暴露する日の朝、いつも通りに自宅を出たその時に右翼団体の男に刃物で襲われ命を落とした石井紘基衆議院議員の調査チームにも参加していたそうです。他にもその流れを組むのが原口和弘衆議院議員、河村たかし衆議院議員、上田清参議院議員、泉房穂元明石市長ということで、今も政治活動を積極的に行っている方々です。石井紘基さんや森永卓郎さんが現在日本全国に広がる財務省解体デモの様子をあの世で喜んで見ていることと思いますが、正義の鉄槌を下すという詰めまでしっかりと流れを作りたいものです。では動画をご覧ください。1月31日もこちらに来て、話させていただきました。その時に皆さんにお約束をいたしました。亡くなった森永卓郎さんの後は私が継ぎます。ということであります。財務省の天敵ナンバーワン。私実はずっとそう言われてきました。理由簡単です。小渕内閣の時に、大蔵省だったものを、今の財務省と金融庁という役所、真っ二つにします。その議員立法を作ったのは私です。それをさらに与野党協議で自民党にも賛成させて通したんです。だから二つに割れたんです、大蔵省は。法律を通せば、財務省廃止だってできますよ。もう解体すべき役所になったんじゃないかと私は思ってます。ずーっと財務省、プラスを担当してきました、私。銭湯先駆けという党に入って以来ずっと、私の担当は大蔵省です。ずっと彼らと議論してきます。日本の財政どうすべきか。前はおかしな指標を出してきました。プライマリーバランスゼロにする。いい加減にしろと私は怒りました。未だに喧嘩してます。理由簡単です。一般会計の収支だけついずま合わせたらいいんだって彼ら言うんです。だけど、一般会計なんかよりはるかにでっかい特別会計があるじゃないですか。特殊法人があっていろんなところに今やもう基金が40も作ってあるんですよ。そこにお金を全部一般会計から移してるだけですよ。溜め込んだお金を全部自分たちの天下り先に突っ込んでるんですよ。完全に税金を利権として彼らが使ってる。そんなことのために我々は税金払ってんじゃないんですよ。だからこそ、財務省っていうのはもう解体すべき時期に来てると私は本気で思ってます。私、大蔵省改革ライフワークってずっと言ってきました。財政と国内金融は分けました。しかし、未だに国際金融は財務省に残ってます。財務官っていうのがやってます。円相場が何とかしたら、市場介入するんだとか、やってるのは財務官です。そんな権限も全然手放さずに来ました。しかし結果どうなってんのかって言ったらもう、今、神のかまどはどうなってますか？全然冷え切ってる。煙も出ない。来月はなんか農家の人たちが来て、霞が関をトラクターで回るそうです。
一気を起こすんだっつって。そういうご時世なんですよ、もう。なんでそうなったかって言ったら、財務省全然財政をやってこなかったからなんですよ。負債が1100兆円、大変だ大変だって騒いでます、彼ら。400兆円は日銀が買ってます。日銀、政府が 55% 株持ってます。政府の子会社です。法律も決まってます。日銀が儲かったら日銀納付金って言って、国に返上するんですね。そうすると、例えば600兆の金利払いますね、国が。その分儲かったねって言ってまた取り返すんです。財政市場収支はゼロです。ね。かかんない。同じです。そんなものが600兆もあるんですよ。500兆しか実質的な借金ないんですよ。じゃあ、そう500兆に対応しているものは何だって言ったら、この土地も含め、政府の財産が全部500兆あるんです。実質、ちょっとだけ黒字です。政府の連結収支見たら。もっと大きなことを言います、私。財政収支と言ったときに、一般会計だけ見るようにみんな仕向けてます。違うんです。一般会計と特別会計の中でお金を移し替えてます。じゃあそれ全部差し引きしていくらになるのって聞きます。それは一般会計と特別会計の準計っていう言葉を使うんですが、差し引きいくらなの？黒字なんです。毎年黒字なんです。決算書的に見てください。税収今年は予定より多かったって、毎年5年連続税収最高ですよ。そんなことになってるんです。それで減税はできない。皆さんいつから減税したら死んじゃう病になったんですか？でしょうが、そんなのは。増税した人だけが偉くなって、本当だよ。減税をちょっとでもやろうとした人がクビになるみたいな、そんな役でいいわけないじゃないですか。まさに法律で変えられるんです。そこを政策で実は訴えてきたんです。民主党という党を作りました。そして公約に掲げた。財務省解体って書いてあるんですよ。やりましたか？やってない。当たり前ですね。私その時もう外れてましたからね。私は民主党にいた間に、特別会計と特殊法人を全部洗い直して全部やろうっていうんで、チームを作りました。事務局をやってました。特別会計特殊法人チーム。キャップが石井幸喜さんという方でした。で、全部仕上げ上げて、一番ひどかったのが財務省の特別会計、外為国会。もう謎のお金が突然出てきたり、いろいろする。まあ、説明つかない。何ですかこれっていうのをずーっと調べてって、やっぱり、スイスに特別口座があって、そこに日本の隠し資産があったということが分かってきました。ついに私も20年追っかけてきて、ようやくそこにたどり着いてますが、もともとはやっぱりマッカーサーの時代に、A 級ばっかりになりますけど、B 級、C 級戦犯とかいっぱいあって、日本で家族だとか貴族だとか言われた人たちの資産を没収したんです、相当程度。それをアメリカに持ってかずに、スイスの銀行で、運用してたんです。CIA の裏金なんです、もともと。それを、マッカーサーの M とって M 資金なんて言われてました。ここでもだいぶ議論されます。しかし、それはもう1952年独立と同時に、日本の土管になってますね。っていう言い方を答弁してますね。お願いします。日本が自由に使えるのかって、そうなってないんです。そこからお金を引き出そうと思ったら、必ず CIA の了解がいる。取引規制、それを突っ込んで、市場介入しようと思ったら、12時間前に知らせなきゃいけない。そんな密約があるんです。周りも調べても愕然としますよね。で、市場で介入して相手を驚かせるならいいんですよ。
12時間前に次私たちはグーを出しました。相手はパワー出すでしょ。そんなことやってるんですよ。だから、勝てるわけがない。損しまくってるのに、それでも利益が出ましたっていう風になってるんです。去年の6月、神田財務官が介入して25兆介入して、5兆外為どっかに突然お金が振り込まれてくるわけです。そんなことはありえないんです。市場で介入して勝てるわけないんだから。相手に、じゃんけんの何出すか分かってるんだろう。当然向こうは国際金融マフィア、ニューヨーク連銀の大株主たちを相手にやってるわけですから。勝てるわけがない。そんなことを毎年やってお金を CIA の裏金として提供してやってきたんです。このコニャル署は。そんな役所が日本のために働いてました？岸田さんの間だけでも29兆5000億円海外にばらまいてたんですよ。うち9兆円は世界銀行を通じてウクライナに全部保証してますよ。ウクライナ今、相手にもしてもらってないじゃないですか、トランプさんから。ゼレンスキーさん、あなたはもうとっくに任期が切れたコメディアンでしかないから、大統領としては、話し合いの相手にふさわしくないんで、もう、やめたらみたいなことを言ってるわけですよ。交渉相手にすなない。そういう人たちをサポートするために日本が9兆円出してるんですよ。元にいくら出しました？全然です。日本人にちゃんとお金が回るようにしなきゃダメなんですよ。これ7兆8兆のこの約3万円の壁一つでもう、わーわー言ってるのいい加減にしようってある。そういうところすらちゃんとできないんだら、もうこの役所は解体するしかない。このじゃあ皆さんにぜひご期待と思ってまいりました。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。命を張って調べ上げたこれらの闇を陰謀論と片付けて良いものかどうかはそれぞれの判断となりますが、闇を暴こうとする者が命を落とすという話は結構あるものです。これらの闇が白日の下にさらされ、法の下に罪を償ってもらうためには、命を張って正義を貫き通している議員の応援をすることが重要であると思います。応援とは SNS でフォローすることや拡散をすることなどできることはいくらでもあります。物価高に苦しみまともに食事ができない家庭もある中で、国民の血税を一般常識とはかけ離れた報酬を複数回にわたって懐に入れるとは人としてアウトだと思います。同時に忘れてはならない重要なことは、それらの闇の背後にあるのは単なる税金泥棒程度の話にとどまらず、日本社会の崩壊を目論んだ工作が存在し、日本民族の浄化をも狙ってのことだということも忘れてはいけません。トランプ革命によって追い詰められているろくでもない輩たちの手下どもが、自身の身を守るために意図的に社会混乱を引き起こす可能性は十分あります。今のところそれらの真相はまさに闇の中ということになっており、証拠を求める人もいることでしょうが、危機管理意識を持って身を守るには証拠など必要がないと思います。身を守る者に必要なのは洞察力と分析力、そして考えられるリスクに対する対策に優先順位をつけて行動する力だと思います。証拠が必要なのは裁判と科学者の査読論文で十分だと思っています。私たちは科学的根拠やエビデンスというもっともらしい言葉に騙されており、証拠がなければ信じられないという洗脳にかかっていたかもしれません。確かに証拠は必要であり無駄とは決して思いませんが、それを口実にろくでもない輩たちは科学的根拠すら捏造し、疑惑に対しては因果関係不明として人々を騙してきたように思えます。これ以上騙されたままの状態では国も滅びますし、私たちも命の危険にさらされることになります。今現在は明らかに非常事態、世界が混乱に向かっていますので、食料や日用品、医薬品の備蓄を過剰なくらい準備しておくことが必要だと思います。共に試練を乗り越えて生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。